アータビ。こんにちは、あーです。今日もアータビ始まりました。突然ですが、私今から日本一周の旅に出ます。いや、ほんと突然だなっていう感じなんですけど、いや、今年の春に沖縄行ったんですよね。その時にね、沖縄自分のバイクで走りたいなって思っちゃったんですよね。どうせ沖縄までバイクで行くんだったら日本一周しちゃった方が良くないと思って、で計画実はしていました。ただね、数ヶ月っていう休みがまとまってなかなか取れなくて、かといってね、取れるの待ってたらおばあちゃんになっちゃうなと思ったので、急遽出発してみましたね。人生今日が一番若い日ですから、行動したもん勝ちかなと。っていうことでね、札幌に何回か帰る予定もあるんですけど、47都道府県ね、全部回れたらいいなと思っております。はい、ということで日本一周1軒目は北海道です。北海道ね、移住して4年ぐらい経つので、もうね、あらかた結構行ってるんですよね。で、動画もちょこちょこ出しているので、今回は動画に出していないところをね、回っていきたいなと思います。今向かっているのは帯広の近く、浦幌にある浦幌神社というところです。バイク神社としても有名で、バイクのお祓いをしていただけるそうなんです。今回の旅ね、無事故無違反で頑張りたいなと思っているので、まず最初にね、神様に出発のご報告と見守っていただけるようにお願いしようかなと思っています。じゃあ早速浦幌に向かって行ってみましょう。アータビ着きました。バイク駐車場左。はい、浦幌神社に着きました。今からですね、こちらの本殿の方で私とバイクのお祓いをね、していただくことになっているので、早速行きたいなと思います。お祓い終わりました。なんかね、誰かが私の安全を願ってお願いしてくれてるってすごい嬉しいですね。頼んだの私なんですけど、なんか嬉しくて泣きそうになっちゃいましたはい、ということでね、バイクのお祓いも終わったので、交通安全ね、気をつけてこれから走っていきたいなと思います。で、この浦幌神社なんですけど、バイク神社だけじゃなくてね、他にもね、面白い神社がね、いくつかあるんですよ。ちょっとだけ見ていきましょう。はい、こちらがバイク神社です。今年の干支の虎が描かれてますね。毎年変わるんですかね。そしてこちらにはステッカーコーナーがあります。みんなすごいちゃんと作ってるんですね、いろんなの。はい、でこちらなんですけど、名刺を奉納するっていう形になってますね。初保料100円を払って、この名刺1枚いただいて、で来たところと名前とバイクの車種を書いてここに貼り付けるそうです。毎月1日にね、お祓いして交通安全を祈願してくれるそうです。本殿の隣に父神神社がありました。おっぱいの神様ですね。ちょっとお参りしていきましょう。父神神社の隣には入石。自分の願うところは病んでるところを撫でるそうです。こっちが胸ですよね。で、こっちは首なのかな。こちらもお参りしましょう。アータビ。なんかお祓いしてもらって心なしかバイクが軽い気がします。は
はい、じゃあ今からですね、昆布かり石展望台っていうところに行きたいと思います。読み方が昆布かり石で合ってるかちょっとわからないんですけど、海を見渡せるすごい絶景スポットらしいんですよね。でそこに行くまでの道がちょっと未舗装らしいので、そうそうだからセローできたんですよ今回。そういうところもねどんどん行きたいなと思っています。では早速向かってみましょう。あ、これですね、昆布かり石展望台。あ、急にダートなんですねこれちょっと行ってみましょう。結構フラットな道かな。なんかこの調子で上だったらオンロードバイクでも来れそうですね。この辺ちょっと砂利が浮いてるかな。結構傾斜のある道です。溝がねたまにあるので、オンロードバイクだとちょっときついかもしれないですね。これかな。あそこに車置いてる。止めてちょっと見ていきましょう。目の前が若干霞んでるんですけど、これは波しぶきで霞んでるんですかね。もうほんと海の真横を今走ってます。はい、で今からですね釧路に向かいます。釧路もね美味しいご飯がいっぱいあるので、もう何食べようかね今からめっちゃ悩んでるんですけど、着いた時のね気分で決めたいなと思います。じゃあこの海岸線通ってね釧路まで行きましょう。なんか湿原が見えてきました。何湿原だろう。釧路湿原はねまだ先なんですよ。こんなところにもあるんだね。綺麗だな。はい、釧路に着きました。結構ねいい時間なので、これから晩ご飯を食べに行きたいと思います。晩ご飯はね何しようかめっちゃくちゃ迷ったんですけど、釧路ってご当地名物がねすごい多いんですよね。まずはザンギ、鶏の唐揚げなんですけど、このザンギもね発祥の地と言われています。そのザンギをタレに漬け込んだザンタレっていうのもね有名ですね。あとサンマ、水揚げ量日本一っていうことでね、サンマ料理も釧路は有名です。でそんな中迷ったんですけれども、今日食べに行くのはスパカツです。名前聞くだけでね大体どんな感じの料理か想像つく方もいらっしゃるんじゃないでしょうかスパカツのね発祥のお店に今から行きたいと思います。来ました、レストラン泉屋さんです。お腹いっぱいになりました。もうズボンのボタンがはち切れそうなんですけどでもねめちゃくちゃ美味しかったです本当に。今日はねこのまま釧路に泊まりたいなと思います。ということで私の日本一周旅まだまだ続きます。よかったらねチャンネル登録して旅見守ってください。この動画が面白かったよと思っていただけたらコメントや高評価もお待ちしております。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。